アーイシャが伝えたところによると、彼女は次のように言いました。私はアスマーからネックレスを借りましたが、それがなくなってしまいました。そこでアッターの使徒、彼に平安と祝福あれは男性を派遣してそれを探させ、彼はそれを見つけました。その時、礼拝の時間が来たのですが、彼らは水を持っていませんでした。そこで彼らは、ウドゥをせずに礼拝を行い、そのことをアッターの使徒、彼に平安と祝福あれに知らせました。すると、タイヤムムのご啓示が下されました。ウサイド・ブン・フダイルがアイシャに言いました。アッターがあなたに良き報いを与えられますように。アッターにかけて、あなたが嫌がるようなことが起こるたびに、アッターはあなたとムスリムにとって、その中に良きものをもたらしてくださるのです。サヒーフ・アルブハーリー336。ハディースの説明、イスラームは人々の浄化と清めを容易にするために生まれました。水が入手できない、あるいは入手困難な場合には、正常な土やそれに類する材料を用いることを命じました。このハディースの中で、アーイシャ、アッターの慈悲がありますようには、預言者、彼に平安と祝福あれと共に旅に出た時のことを語っています。彼らは、メッカとメディナの間、ズ・アルフライファの2つ先にあるアルバイダ、またはダート・アルジャイシュに到着しました。滞在中に、彼女のネックレスが切れてしまいました。伝承によると、それはドファール山のジャズ、メノーの一種で作られていました。これは、海岸沿いのドファールから持ち帰ったイエメン産のビーズです。それで預言者、神の祝福と平安あれは、彼を探すためにそこへ降り、人々も彼と共に降りたが、彼らは水を携えてこなかったため、その場所にも水はなかった。それで人々はアブーバクル・アッシッティーク、神の祝福あれのもとへ、彼の娘アイシャ、神の祝福あれが彼らにしたことについて苦情を申し立てに来た。彼らがその場所に泊まった理由は水がなかったことであり、二人のサヒーフ、預言者ムハンマドの伝承にはこうある。それから礼拝の時間になったが、彼らは水を持っていなかった。それで彼らは礼拝し、そのことについてアッターの使徒、神の祝福と平安あれに苦情を申し立てた。アブーバクル、神の祝福と平安あれは彼女を叱責するために彼女のところへ行き、アッターの使徒、神の祝福と平安あれは彼女を枕にして頭を彼女のももに乗せて眠っていた。そこには、水不足にもかかわらずアッターの使徒、アッターの祝福と平安あれが穏やかであったことの証があり、アッターの祝福と平安あれは水不足に気づく前に眠っていた可能性もあります。そこでアブー・バクル・アッターの祝福と平安あれは彼女を叱責して言いました。彼女は言いました。あなたはアッターの使徒、アッターの祝福と平安あれと人々の旅を遅らせて引き止めました。彼はアッターが望まれるあらゆる非難の言葉を言い、そしてアッターの祝福と平安あれは指先でアイシャ、アッターの祝福と平安あれの脇腹を刺し始めました。神の使徒、アッターの祝福と平安あれがそれを感じないようにするためでした。腰は人体の中央部分で、背中の隣です。アイシャ神のご加護がありますようには、その場から立ち上がり、彼の位置から離れようとしました。しかし、預言者、神のご加護と平安あれが眠っている間、彼女の太ももの上に彼の頭があったこと以外に、それを阻むものは何もありませんでした。朝になり、彼は身を清める必要に迫られて目を覚ましましたが、その時は水を見つけることができませんでした。そこで全能のアッターは、クルアーンにおけるアッターのお言葉である、マイドゥ章においてタヤンムムの説を下されました。はじめ中もし水が見つからない場合は、清らかな土でタヤンムムを行い、それで顔と手を拭きなさい終わり中マイドゥ章6節そこで彼らは過去形でタヤンムムを実施した。つまり、人々はその説のためにタヤンムムを実施した。もしくはクルアーンの文言では命令形の動詞で、タヤンムムの説の説明または代用として言及され、つまりアッターは次のように掲示した。それからタヤンムムを行え。これは彼らにとっての救済と養育であり、水がない場合にタヤンムムを行う許可であった。この説はタヤンムムの実施方法を説明し、預言者、アッターの祈りと平安あれはそれを適用した。アッターの祝福と平安あれ、彼の澄んだ、清らかな土を一度叩き、顔と手を拭うにおいて、ここでウサイド・イブン・フダイル、アッターの慈悲がありますように、箱を言った。アブー・バクルの家族よ、これはあなた方の祝福の最初のものではない。あなた方の祝福は数多くあり、これはその中の一つに過ぎない。おそらく彼は、中傷事件のことを言っていたのでしょう。その後、アイシャ・アッターの慈悲がありますようには、彼女が乗っていたラクダを止め、その下からなくしたネックレスを見つけたと報告しました。まるでアッターに栄光あれが彼らを遅らせ、この場所に泊まらせ、彼らに救済と便宜を与えたかのようでした。このハディースは、タヤンムム、禁欲の許容性とその理由を説明しています。また、娘が既婚で成人であっても、父親が娘をしつけることについても説明しています。さらに、夫がいても、女性が父親に不満を言うことについても説明しています。
さらに、夫が同伴していても、夫がそれを喜んでいると知っている限り、男性が娘に性的関係を持つことについても説明しています。さらに、女性が夫のために身を飾るために宝石やネックレスを身につけることについても説明しています。さらに、アイシャ・アッターの慈悲がありますようにの美徳と、彼女からの祝福が繰り返されることについても説明しています。